様こんにちは。恐竜祭りへようこそ。今回の恐竜は、ユーヘロプス。ユーヘロプス、とも表記されます。学名を英語読みすると、ユーヘロプスなので、どっちも正解。ちなみに、ラテン語読みだと、エウイオプス。ギリシャ語読みだと、ユーエロポウス。ね。そもそも、ラテン語の学名を、日本語で表記するのが難しい。それでは、どうぞ。エウヘロプスは、前期白亜紀の中国に住んでいた竜脚類です。竜脚類は、首が長い、四足歩行の植物食性恐竜のグループです。最大体長、12メートル。推定体重、4トンから 7.5 トン。生きていた時代は、ここら辺。約1億2500万年前から、約1億1300万年前です。近い時代の日本には、タンバティタニス、フクイティタン、フクイベナトルなどが住んでいました。ちなみに、ディプロドクスやブラキオサウルス、アカトサウルスはここら辺。学名の意味は、真の沼の足、とか、とても良い沼の足。ニュアンスとしては、本当に沼地を歩くのに向いた足、みたいな感じです。ギリシャ語で、エウは、真の、とても良い。ヘロは沼、プスは足です。発見当時、竜脚類は、沼地に住んでいたと考えられていて、足の幅が広がっている、という特徴から、沼地を歩きやすいだろう、ということで、ヘロプスという学名が付けられました。後に、ヘロプスという学名が、鳥の学名としてすでに使用されていたため、エウヘロプスに改名されています。エウヘロプスは、中国で一番最初に学名が付けられた竜脚類として有名で、最初の化石は1913年に発見されています。1923年に、オーストリアの古生物学者、オットー・ツダンスキーが産地を突き止め、現在知られているエウヘロプスの化石を発見しました。古生物に詳しい方なら、ツダンスキーと聞いて、ピンときたのではないでしょうか。北京原人の歯を発見し、最初に報告した研究者です。ツダンスキーは、エウヘロプスの発掘調査以前に、北京原人の歯を発見するという大偉業を成し遂げていたため、エウヘロプスの化石の研究をすることができず、1929年、ウプサラ大学、古脊椎動物学者のカール・ウイマンが化石を研究し、ヘロプス・ツダンスキーという学名で発表しました。後に、ヘロプスという学名が、すでに鳥類に使用されていたため、エウヘロプスに改名されています。エウヘロプスの化石は、頭と首、背骨の一部と肋骨、骨盤、右後肢などが見つかっています。後肢よりも前肢の方が長く、肩よりも腰がやや下がった姿勢で、尻尾は、ディプロドクスの仲間に比べれば、短めです。右後肢には、少なくとも、第1子と第2子に爪がありました。体長12メートルのうち、首の長さは3メートルから4メートルほど。17個の首の骨の先に、人の頭と同じくらいの、かなり小さい頭があります。エウヘロプスの頭骨です。大型竜脚類では珍しく、ほぼ完全な頭骨が見つかっています。
頭のてっぺんにある大きな穴は、外鼻孔。口先は広がっていて、口の中で、もぐもぐゴリゴリする歯は、持っていません。歯は少し前へ向いて生えていたため、おそらく別科。エウヘロプスの歯です。この形の歯は、スプーン型やヘラ型と呼ばれていて、ブラキオサウルスやカマラサウルスもこのような歯を持ちます。歯の縁を噛み合わせて、ハサミのように植物を噛み切る歯です。エウヘロプスの背骨です。エウヘロプスは、胴椎の神経球を横から見ると、アルファベットの K に見えるというオリジナルな特徴を持ちます。竜脚類は、首の骨、一個一個の凹んだところに空気の袋があり、呼吸の助けをしていたほか、体を軽くするのにも役立っていました。進化型のティタノサウルス類の多くは、首、背骨、腸骨にまで空気の袋を持っていて、エウヘロプスも同じ特徴を持っています。この特徴から、エウヘロプスの分類は、竜板目、竜脚系亜目、竜脚科目、ティタノサウルス系類、とされています。しかし、首の骨同士の関節部が上下に長いという、中国産の竜脚類にしか見られない特徴を持っているため、アジア特有の恐竜グループに含む説もあります。エウヘロプスがティタノサウルス類であるならば、ティタノサウルス類の起源はアジアである、と考えることもできます。エウヘロプスと同時代の日本で見つかる竜脚類が、今のところ、すべてティタノサウルス系類であることからも、エウヘロプスが生きていた前期白亜紀頃、ティタノサウルス類は少なくともアジアに進出しており、ブラキオサウルス類やビプロドックス類が衰退した後を埋める形で、白亜紀末まで繁栄していたことがわかるのです。次回の恐竜は、パキケファロサウルス。まったねー。